それではですね、うねり走りの鍵となる一軸走法と二軸走法について解説したいと思います。たくさんの方が一軸や二軸について語ってるんですが、まずは僕の話を聞いてください。で、よくあるですね、この走る最中に線が真ん中に引かれている、この状態を、多くの人が一軸と呼んでいます。で、その軸を中心に右手と左手が交互に入れ替わったり、右足と左足が交互に入れ替わる。これを一軸走りと言いますね。続いて二軸走法について解説しますね。このように線が2本引かれたようなのをよく二軸と言いますね。軸が2つあること。で、これの解説で多いのが、例えば右肩、右腕、右足に軸があるよ。左肩、左腕、左足に軸があるよ。といったような解説をされることがとても多いです。なので、右軸、左軸と移動しながら走ってるというような表現をされることが多いんじゃないでしょうか。地球上で生活する私たちはですね、一軸走法、二軸走法を本当の意味で理解しようとしたときに、あるポイントが抜けていてはダメなんです。そのあるポイントとは、人間が重力のもと生活しているとしたら、その人間の重さには中心が存在すると。要は物体の中心、バランスの取れる位置があるよと。それが身体重心と言われていて、仙骨の2番目あたりにあると言われています。で、骨盤から上の重さ、上半身の重さの中心も決まっていて、それはだいたい肩上突起付近にあると言われていると。じゃあ骨盤から下、下半身の重さはどうだと言われた時には、大腿部の真ん中あたりにあるよと言われていると。そこでバランスが取れるよと言われていて、これですね、ここから面白いんですが、上半身質量中心と下半身質量中心を線で結んで、その中心にあるのが身体重心だとまず言われていると。これはまず理解してください。なので、誰かの写真でだいたい真ん中どこかなって探すときに、肩上突起付近と大腿部の真ん中をまず丸を打って、それを線で結んで、その中心がだいたい S2、仙骨の2番目あたりになるよって言われています。まずこれを知っとくこと。で、こっからなんですが、例えばですよ、今の写真で言うと、右足に体重が乗ってるとしましょう。仮定したとします。で、右足に体重が乗ってるってことは、床を右足で強く踏んでるということになるんですね。で、右足で床を強く踏んでいって、その力と同じだけの力が床から跳ね返ると言われてるんです。それが床反力という言葉で言われています。で、その床反力はどこに返ってくるかということを皆さん知らなきゃいけないんですが、この身体重心に向かって必ず返ってきています。これがもう一番のポイントです。これを知ってるか知らないかで、とんでもなく今後人を見るということに差が出てしまうので、まずはこれ絶対覚えておいてください。となると、もしこの絵で左足にとても重心がかかっている状態、要は左足でほとんど片足立ちをしている状態であれば、左足に踏んだ力、要は体重がかかった分だけの重さと同じ重さが床から床反力としてどこに変えるかといったら身体重心に変えるよということなんです。それでは次はですね、走りを語る上では外すことができない片足立ちについて説明したいと思います。歩きと走りの最大の違いは、両足が一緒に地面についている瞬間があるのが歩き。両足が一緒に地面についている瞬間がないのが走りと言えるのではないでしょうか。ということは、片足立ちの連続で前に進んでいくのが走りということになります。では、その片足立ちのトレーニング動画をまずはご覧ください。今、下にして開いた。だから右の中殿筋鍛えた。次、右の片足立ちをする。その時に右手を天井の方にこうやって上げるわけです。で、これは上手い選手っていうのは体のそれこそ連動って言って、動き方が上手な選手は手を上げた時に次右の胸郭が伸びて、で脊柱はこういう側屈になりますね。
でそれが入って、それが入ることで勝手にこっちの骨盤が上がる、こういう状態になります。はい。今見ていただいた動画の片足立ちの立ち方はヒップロックポジションといって、骨盤の周囲の筋肉を同時に活動させる方法として知られています。写真でいう右足を軸に片足で立って、左の骨盤が天井の方へ上がる動作。左のウエストの方が右のウエストよりも高い位置の状態です。さらにこのポジションは骨盤の上にある背骨を側屈させながら、右足の上に上半身の重心を持ってこようとしています。ということは、床反力はしっかりと体全体を地面から押し上げることができるということになります。さあ、ここまで一軸走法、二軸走法、床反力、そして片足立ちの方法を解説してきました。最後はうねり走りとはに迫りたいと思います。僕が考えている結論から先にお伝えします。走る際に、右足が地面についたら、右足の上に上半身の質量が移動する。左足が地面についたら、左足の上に上半身の質量が移動するのが、うねり走法だと考えています。じゃあ、うねり走法って、一軸なのか二軸なのかですが、そもそもこの軸という表現をしたから小難しくなってしまったが答えで、結論でも話したように、地面についている足からの反力、床反力を下肢、体幹、上肢含めた体全体ごとしっかり垂直方向に戻すことがうねり走りのポイントなわけです。そうなると、今回の動画で説明した一軸走法は全く違うとなるし、二軸走法は上半身の質量がしっかりと地面についた足の上に移動できているとするならば正解だし、この移動を考えずに二軸を語るのであればノーとなるわけです。では今からですね、この動画に実際の走りを見て、そこに床反力をつけてみて、どれだけうねって走っているか、要は軸足の上に上半身の重りを移動して走っているかを見てみましょう。さあ、ここで同時に止まったところで一度矢印を向けてみました。どうですかね、床反力の向かい方、ボルトの方がやや垂直に近く見えるんじゃないですかね。さあ、ここからですね、次動き出して、今スタートから加速してる最中で、じゃあ起き上がってきた時にどうなるかを見ていきましょうか。さあ、向かって右側の選手、右足の時にこんな感じですね。さあ、ボルト左足、しっかりと乗せれてると表現してもいいんじゃないですかね。さあ、向かって右の選手の左足。さあ、次ボルトの右足。これボルトはですね、側腕症というのがあるので、で、写真を見てみると、右にもともと上半身の質量が移動していると。それが特徴だと思います。さあ、左足ですね。ちょっとだから、右に比べると左の乗り込みが悪いかなと。軸足の上に乗るのがちょっと悪いんじゃないかなと。この動画では見えると。さあ、ここからは、止めずに見てみますが、向かって左の選手なんてすごく特徴があって、ほぼブレずに走ると。よく言うブレないっていう感じですが、軸足に乗るうねり走りではないという感じですかね。さあ皆さん、床反力自分で今イメージしてできてますでしょうかね。じゃあ次にですね、散々この動画で出してる、この動画はどうですかね。しっかりと乗り込む、その軸足に乗り込む。特徴なのは、この右、左、右、スタートなんでどうしても広がって足を広げてスタートするんですが、ここからなんですよね。さあ、腰の動きというこれ言葉がありますけど、腰ではなくて、実は上半身の質量が軸足に乗ると、要は脊柱、背骨がしっかりと横にスライドする。側屈したりスライドしたりするという動きを表現しているのが本当ではないんでしょうかね。それが今回うねり走りなのかなと思っております。ボルトとかの走りは
空中にいる時間の他の選手よりも長いから、何してるかっていうと、こう肩をこうクッてこう、下から上にふってこう持ち上げるような動作で、体重を地面に足がついた時に逃がすんですよね。では武井さんが言ったことをちょっと解説したいと思います。ふっという表現で言ってたんですけども、この肩がふっと上がると。下がった位置から上がる。下がった位置から上がる。それをおっしゃってますね。ここでふっ。地面についた足の上に体が乗って、ふっ。地面についた足の上に体が乗って、ふっ。の連続ですよね。ということはですね、結局、うねり走り、要は軸足の上に体幹が移動して、そこから逆の足に持っていくときに、腕振りをすることによって、肩が、上がって見えると。要は体幹の横への移動を使うのに、腕振りをしっかりして使ってるんじゃないかなということをおっしゃってたんじゃないかなと思います。さあ、うねり走りについていかがだったでしょうか。僕なりに、考えたことを今回喋らさせていただきました。床反力、一軸、二軸、そして最後は肩を使った走りについても解説させていただきました。これが皆さんの何かのお役に立てればなと思っております。それではまた。